2026年4月28日火曜日。現在日本は午後3時半になるところです。イランでの戦争に関連してパキスタンへの注目が集まっています。高橋先生、パキスタンに関しまして、詳しく解説いただけますでしょうか。はい。パキスタンの役割については、これまでなぜアメリカと近いのか、あるいはなぜイランの信頼を勝ち得ているのかというお話をしてきましたけれど、今日はパキスタンの国益についてちょっとお話ししたいと思います。この問題になぜパキスタンが一生懸命なのかということですね。で、一つは経済の問題があって、パキスタンは石油が出ない国ですから、このペルシャ湾経由で石油を輸入しているわけですね。で、これが閉まってしまうと、石油が来ないわけで、パキスタン自身が大変に困るわけです。で、それもあって、この問題を早く平和的に解決して、元のように、石油の自由な流れを再開させたいと。まあ、その思いは非常に強いんですね。で、パキスタンの経済自体もそんなに強い経済ではないですから、我々もちろん当たり前のことながら、石油が来なくなって日本がどうなるって、まあ心配してる、ヨーロッパがどうなるってみんな心配してるんですけれど、ある意味、日本にしろ、ヨーロッパにしろ、まだお金がありますから、石油の値段が高くなれば、それを買っちゃえばいいわけですけど、貧しい石油の出ない国々は本当に困ってるんですね。で、パキスタンもその一つなんですね。ですから、まあ、早くこの問題を解決したいというのは、外交上の成果にもつながるし、内政の安定、国民生活の安定にもつながるという強い動機になっているわけです。それからもう一つは、パキスタンの、人口というのは2億5000万人もいるんですね。で、スンニ派イスラム教徒が多数派の国なんですね。ただ人口の2割はシーア派なんですね。で、たった2割かといっても人口が2億5000万ですから、5000万人なんですね。で、世界で一番シーア派の人口が多い国はイランなんですけれど、イランの総人口は9000万とか言います。そのうちの9割がシーア派だとすると、81で8000万人ぐらいなんですけど、パキスタンはそれに次ぐ、シーア派人口を抱えてるんですね。で、パキスタンのシーア派は、イランのシーア派の指導層に、宗教的指導を仰ぐという、そういう傾向が強いわけで、イランに対する思い入れは、一般のイスラム教徒、スンニ派のイスラム教徒よりもさらに強いというところがあります。で、従って、パキスタンがイランを支えるというのは、そのシーア派の人たち、自国のシーア派の人たちを満足させるという意味でも、重要なことなんですね。ですから国内政治的にもこの調停努力というのは意味があります。で、パキスタンのシーア派の存在感というのを象徴するのが、今問題になっているイスラマバードの超高級ホテル、セレナホテルですね。で、このセレナホテルを所有しているのはアガカーンという人物だと言われています。アガカーンというのはシーア派のイスマイル派の指導者だと、されている人たちです。シーア派もいろんな、流れがあって、えーイランでは12人イマーム派というシーア派の流れが主流なんですけど、パキスタン、その他の流れもあるわけです。で、パキスタンの場合はこの、アガカーンというシーア派の人物がいて、イスラムバードで最高級のホテルを持っているという、こういう、流れになります。それからもう一つ、パキスタンにとって重要な問題は、2025年、去年の9月にイスラエルがカタールを爆撃するという事件がありました。で、カタールはイスラエルとハマスの、和平の調停をしている国ですよね。で、その国のカタールをイスラエルが爆撃したんですね。なぜならば、ハマスの幹部が会合を開いているから、そこを爆撃して、ハマスの幹部を一網打尽に殺してしまおうとしたからなんですね。で、結局この作戦は失敗だったんですけれど、でも、そのアメリカなどに依頼されて、イスラエルとハマスの交渉の仲介をしている国をイスラエルが爆撃したわけですね。で、なんだよ、イスラエルというのは乱暴な国だということをみんなが思ったわけですけれど、
ということは次は自分が爆撃されるかもしれないということで、カタールの隣の国のサウジアラビアが、その後にパキスタンと、相互防衛条約のようなものを結んだんですね。平たく言えば、サウジアラビアがパキスタンに経済援助をして、パキスタンがいざとなればサウジアラビアを守ると。こういう、話なんですね。で、今、イランとサウジアラビアの関係、あまりよくありません。で、このまま戦争がこう激化していって、アメリカ軍がイランの石油関連インフラに対する爆撃なんかをもし仮にやったとすると、イランは報復としてサウジアラビアの石油関連施設を爆撃するかもしれませんよね。そうすると、サウジアラビアはパキスタンに対して相互防衛条約を結んでるんですから助けてくださいよと。イランと戦争してくださいよって言ってきますよね。そうするとパキスタンはイランと戦争しないといけない。でもイランとパキスタンは隣国でいろんな問題を抱えてはいますけれど、戦争なんかしたくないわけですよね。ですからパキスタンとしてみれば、そういう事態になる前にこの問題を平和に抑え込んでしまいたいと。そういう気持ちがある。で、そういう意味でもパキスタンにとっては、この問題を外交的に軟着陸させるというのが、国益になると。こういう仕組みになっているわけですね。ですから、パキスタンは本当に一生懸命なわけです。気になるのはですね、パキスタンがサウジアラビアに、軍事的に、力を貸すという時代が、この後、来るとすると、サウジと UAE の対立、サウジとアラブ首長国連邦の対立が、この後もしかすると正化してくるんではないかという気もするんですが、その時、パキスタンはサウジ側につくということになるんでしょうか。はい。実は、アラブ首長国連邦 UAE は、パキスタンに多額の融資をしてたんですね。35億ドルと言われています。で、パキスタンが、思うように動いてくれないということで、その金をすぐ返してくれと、あ、パキスタンを脅かしたら、サウジアラビアが代わりにすぐ払ってくれたということで、もう、お金の面からも、パキスタンはアラブ首長国連邦ではなくて、サウジアラビアにつくと。こういう、流れになっています。で、このアラブ首長国連邦に関して2つ、ちょっと申し添えたいことがあるんですけど、1つは、つい最近、メディアで特ダネとして流れているんですけれど、イランの激しいドローン攻撃を受けたアラブ諸国連邦がイスラエルに支援を求めて、イスラエルのアイオンドームと呼ばれている対ドローン防空システムですね。地対空防衛システムが、アラブ諸国連邦に持ち込まれて、で、それをしかもイスラエル軍の将兵が操作したと、あるいは現在も操作しているのかもしれません。と伝えられています。で、イスラエル軍が、アラブの国を守るために、そこまでやったのかということで、あの、やはりイスラエルは頼りになると思っている数字もいるように、思います。ただ、イスラエル軍がそこまで UAE を支えて、UAE がそこまでイスラエルと近いのかというのを、この事件は、明らかにしたということですね。ですから、まあ、いう、あの、アメリカが頼りにならないという認識が広がる中で、みんなどうやって自国の安全を守るかということを考えているとお話はずっとしてきたんですけれど、サウジの場合は一つのオプションとしてパキスタンとの接近。で、アラブ首長国連邦の場合はイスラエルとのさらなる接近と、それぞれ違う道を選んでいる。まあ、あの、そんな風に、あの、見えています。それからもう一つは、これは、あの、まだ確認された情報ではないんですけれど、アラブ首長国連邦というから、首長国連邦、いくつかの首長国が、集まってこのアラブ首長国連邦というのを作ってるんですね。ところが、その一つが、もうこの連邦から抜けようという動きを見せているというような報道も流れています。ですから、戦争の衝撃の中で、アラブ首長国連邦という国の枠組み自体もなんか揺らぎ始めたと。そういう状況が見えてきました。
このイランをめぐる戦争の後にですね、また何かいろいろと大きな変化が次々と起こってきそうな気配が、とても感じられます。ところで先生、近々行われる講演会に関しまして、回答いただけますでしょうか。はい。5月16日に、土曜日ですね、六本木の国際文化会館というところで、報告をさせていただきます。で、今日お話ししたような、ペルシャ湾岸に今浮かび上がりつつある新しい安全保障構想というのは、どういうものになりそうなのかなという、ことに関して、いくつかお話しさせていただいて、パキスタンの役割が大きくなりますねというお話をさせていただくんですけれど、会場には、たくさんの、外交問題の専門家の皆さんがいらっしゃいますから、あの、かなりの質問を予想しています。その質疑の過程の中で、この問題に対する、まあ、私自身の理解を深め、広めることができればいいかなというふうに期待しています。専門家レベルがどんなお話をするのかということを、専門家でない皆さんもぜひお運びいただいて、聞いていただければなというふうに期待しております。よろしくお願いします。はい。このチャンネルとか、他の講演とは、またちょっと違った、感じのものが期待できそうですね。そうですね。高橋の一人舞台ではないというところが注目点だと思います。はい。楽しみですね。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。という感じでどうですか？